一日乗車券で巡る京都市バスの旅。今回は京都駅前烏丸口発近隣車庫前行き17系統をご案内しました。17系統は京都駅前を出発後、河原町通りを今出川まで北上、今出川通りを金閣寺道まで東進、その後白川通りを南進し終着近隣車庫前に至ります。撮影日は2021年10月5日、乗車回数は7回でした。今回のスタートは京都駅前烏丸口 A2 バス停、ほどなくして17系統が入線してきました。17系統に乗り込み、今回の旅スタートです。17系統の旅第1回から第6回までの URL を概要欄に貼っておきます。各スポットの詳細は本編各回をご覧ください。京都駅前から河原町今出川まで205系統、出町柳駅前までは4系統がそれぞれ並走しています。小生園、綾子天満宮、市姫神社、牛若丸弁慶像、バスの駅四条河原町、高熊稲荷大神、四条河原町から市役所前までは5、32系統、河原町丸太町までは10系統、河原町今出川までは59系統、100万遍までは3系統がそれぞれ並走しています。本能寺信長公廟、京都市役所、加賀藩邸跡、対馬宗氏お屋敷跡、旧タイムスビル、高瀬川、三条大橋、二条飛石、精美局跡、高神飛石、冷泉橋、恵比寿川発電所、河原町丸太町から100万遍までは201系統、近隣車庫前までは203系統がそれぞれ並走しています。詐欺の参り、旧京都中央電話局上分局庁舎、鴨町ラーメン、鴨町ラーメンさんの向かいから17系統に乗車し次に向かいます。千音寺、吉田山が見えてくると次の目的地北白川です。1日乗車券を提示し下車します。銀閣寺道から204系統が近隣車庫前まで並走します。小安観世音、日吉神社、真如堂、会津墓地、金海光明寺、17系統まとめ。17系統は比較的短い路線ですが、そのほとんどを京都の大動脈河原町通りを走る重要な路線です。京都駅から四条河原町へのアクセス系統として4、205系統と合わせて日中で毎時16本と濃密な運行を実施しています。17系統だけでも同時間帯に毎時4本と運行も多く利用しやすい系統となっています。次はおまけコーナー、ややさんの京都豆知識。新選組誕生の地、今日もマスクで京都観光。おかえりやす。今日はどちらまで？17系統終点まで乗ってきたよ。それやったら近隣車庫前やね。あの辺は見どころ多いし、どこ行かはったん？バス停の東側の坂道を登ったところの大きなお寺見てきたよ。そこやったら真如堂と私らが黒谷さんって呼んでる金海光明寺やね。広かったしお墓もたくさんあったよ。会津藩士のお墓参ったか？うわ、びっくりした。お父さん、突然出てきやはったらうちもびっくりしますよ。あそこはやな、幕末に京都の民を守れと幕府の命を受けた仙人の会津藩士が駐屯してはったとこや。そういえば一番上の方にあったような。ここからは私がお話ししましょう。
幕末の京都は治安がとても悪化していました。江戸幕府はこの状況を改善すべく京都守護職という役職を作りました。その守護職に任命されたのが会津藩主松平隆盛。文久2年1862年12月24日朝、松平隆盛は家臣1000名とともに三条大橋に到着しました。三条大橋から本陣の黒谷金海光明寺までの沿道は歓迎の町衆の人垣でにぎわいました。なぜ黒谷が本陣に選ばれたのでしょうか。その答えは初代将軍徳川家康公に至ります。家康公は京都を重視し、直轄領として二条城の築城や諸子台の設置を行いました。その一環として黒谷と知恩院は城構えとし、軍勢を配備できるようにしていました。黒谷は小高い丘の上に多くの宿坊を持ち、入り口には堅牢な門を備え、その姿は城そのもの。御所までは半里約 2km。粟田口、東海道の京都の入り口までは下り道約 1.5km の立地の良さ。また丘の上なので大山崎の天王山や淀川まで見通せ、都の街並みも一望できました。守りも固く、周囲がよく見え、御所と京都の入り口に近い。まさに京都を守る拠点として最適なのがこの黒谷金海光明寺でした。新選組に話を移しましょう。幕府が将軍上洛の警備のため約240名の浪士組を結成しました。そして浪士組は京都壬生の新徳寺に入ります。浪士組のリーダーは清川八郎という人物。実はこの清川八郎、倒幕派の急先鋒でした。これが露見し、清川八郎以下約200名の浪士組は江戸へ呼び戻されます。そして京都に残った約40名の中に近藤勇、土方歳三といった面々が。残留した浪士組は京都守護職預かりとなりました。そしてここ黒谷で新選組と命名され、市中取締りの任務を授けられました。以後新選組は人材を集め、京都の治安維持、主に倒幕派の取締りにあたります。その人材の中に会津虎鉄という人物がいました。口入れ屋を営む虎鉄。実は新選組の密偵として情報収集に活躍し、新選組の活動を陰から支えました。時は進み、朝廷と幕府の関係が悪化し、ついに鳥羽伏見の戦いで会津藩は賊軍の汚名を着せられます。その戦いで多くの会津藩士が命を落とし、その亡骸は放置されていました。その亡骸を虎鉄が配下の者たちと収容し、供養しました。その後虎鉄は高森公の恩義に報いるために、黒谷の会津墓地を彩雲院の住職と共に守りました。現在でも彩雲院では追悼法要が会津松平家第14代目の現当主の臨席のもと行われています。その栗前には橋脚会津虎鉄のお墓がひっそりと置かれています。激動の歴史の中には数多くの秘話が隠されているんですね。これからもそんな秘話を発掘していきますのでお楽しみに。今回はここまで。17系統の旅いかがだったでしょうか。次回から新しい旅71系統の旅にご案内します。取り上げてほしい系統や場所のご希望等ございましたらコメント欄に書き込んでいただけると幸いです。この動画が面白かった、役に立ったなと思われましたらチャンネル登録、高評価のボタンのクリックをよろしくお願いいたします。次回お酒の神様でお目にかかりましょう。ややでした。